やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KB イヤーの超小型ダイナミックドライバーイヤホン、グヤウザ、いわゆるエントリークラスに属する商品だけど、入門機として紹介するには癖の強い商品だ。この商品を、詳しい人に紹介するなら、ダイレクトマウント前とした設計の商品、国産のイヤホンで言うと、ヤマハ EPH100 や200に近い、それから、JVC の FXH10、20、30というモデルも、この商品の設計意図に近いな。よくわかんない人向けに設計すると、ドライバーをめちゃくちゃ小さくして、耳の中にゴリゴリに押し込むと、鼓膜との間の余計な空間がなくなって、高音質に聞こえるんじゃね、という意図の商品だ。中国製のものでも、今まで何度かこのタイプの商品は見てきたんだけど、ドライバーをイヤーピースの内部に押し込むので、専用の穴のでかいイヤピが必要になることや、いかに設計を工夫しても、耳の穴の大きさより大きいドライバーを搭載できないことから、絶対数はあんまり多くない。中国設計のイヤホンの中で、思い浮かぶ似たようなモデルはなく、事実上かなりレアな一台と言っていいだろう。詳しく見ていこう。非常に小型で、国内の小型1ダイナミックドライバー機である、ファイナルの E シリーズよりも細い本体、小さいということはそれだけ軽量であるということなので、それだけ装着感を気にしなくてもいい、ということになる。まるで、無線アンテナやらバッテリーやらを撤去した TWS みたいなスリムさだ。代わりにケーブルが入るけどな。ケーブルはリケーブル負荷。太めのビニール感の強いケーブルが組み合わされる。タッチノイズは多少あるので、耳の上を通す形に装着するのがいいだろう。とにかく小型で癖のない設計なので、どんな装着をしても問題ないからな。装着してる最中は、一番小さいイヤーピースでも圧迫感がある。これは、通常のイヤホンよりもかなりノズルが太く、そこが圧迫感の原因になるな。この耳穴の圧迫感に違和感を強く感じるか、否かで、この手の、耳にとてもドライバーを近づけるタイプのイヤホンは評価が変わるだろう。過去の国産モデルに比べると、明らかにケーブルが太く作られているので、断線リスクやら値段やら入手性やらを考慮すると、餃子はそれらの装着感や使い心地が好きな人が、気軽に持ち運べるモデルになった、と考えて良さそうだ。あ、そうそう、マイク付きモデルもラインナップされてるんだけど、今回はマイクなしモデルを選択したので、マイクテストはなし、密閉感の高いイヤホンなので、通話に出る程度ならともかく、長時間人と話すのにはあまり向いていない装着感だぞ。中身について見ていこうか。中身については、通常の完全無線型イヤホンに近い、6mm の複合樹脂系素材振動板。完全無線イヤホンでよく見かける、小型ダイナミックドライバーに近いが、それがより耳の近くにマウントされると、どんな感じになるのか、そこを楽しむのが、餃子の醍醐味だと思うな。というわけで音色について調べていこうか。餃子の音色は、結構密閉感があって、音が非常に近く、頭の中心から鳴っているような感覚になる。耳の中にドライバーを押し込んだモデルではよくある感覚で、これは浅く挿入した場合でも同じ印象になるな。チューニングの結果頭の中で鳴っている、のではなく、本当に耳の奥で鳴ってるからそういう聞こえ方になるのが、この手のイヤホンの興味深いところだ。ちょっと気になるのが、専用イヤーピースの設計。この専用イヤーピース、装着感と分厚さを兼ね備えた、この価格に付属するイヤーピースとしては、かなり凝ったものになっているんだけど、イヤホン自体の太さを緩和するためか、開口部が小さい。このために、イヤーピースが高音を減衰させていて、せっかくの設計由来の魅力が丸まってしまっているところがある。とりあえず開口部の大きな、セドナイヤーフィットを使ってみたところ、よりドライバーとの間に音を丸くする成分がなくなったように感じたので、より開口部の大きなイヤーピースを探してくると、餃子の進化はさらに発揮できるんじゃないかな。標準イヤピもものはいいんだけど、より誰にでも装着できることを重視した設計っぽいぞ。ちなみに、軸が太いけど、結構無理くりねじ込めばなんとかなった。開口部の広いイヤピと組み合わせると、若干空間が開ける、高音域が減衰しなくなって、よりダイレクト感が増す。などなど、全体的に良い作用が多い、が、圧迫感が増す。標準イヤピの状態だと、イヤーピース代わりにシリコンの穴を通って音が耳に届くので、若干そこに吸われて、若干の暖色感が出る。どっちにしろなかなか聞かない面白い音になりがちだ。低音に関してはあんまり出す気がない。ハウジングで響かせているわけでもなく、ドライバーも小さめの 6mm だからな。ゴロネには実はそんなに向いてない。耳の痛みは出ないけど、本体がちょっと長いので、床に触れるとイヤピが潰れて、鼓膜まで音が通らなくなるぞ。全体的に見ると、暖色感が強く、とにかく近い音、という印象だ。
より耳に近くて、減衰のない小型ドライバの音を味わいたい時には、多少装着感を犠牲にして、より開口部の大きなイヤーピースと組み合わせる必要がある。それ以外の部分はバランスよく作られていて問題なし。この構造を面白いと感じるか否か、そこが焦点になるイヤホンじゃないかな。初心者でこのタイプのイヤホンを求めている人には、KB イヤーリトル Q。ワンチャンの方もおすすめだ。と、こんなところだな。この手のドライバーをとにかく押し込むタイプのイヤホンは、装着感や使用感に癖があるので、使う人を選ぶ印象。さらに、イヤピも専用設計で手間がかかるので、発売数が少ないんだけど、ついに低価格中国系ブランドでも出てきたか。と、そこに一番価値を見出すモデルだと思う。ヤマハの EPH200 などに近い設計や聞こえ方をするので、それらが気になってるけど手が出ないなぁ、と思ってる人にも、ドライバが近い音、というのを体験するために、挑戦してみるといいと思うぞ。何よりこの手の構造の国産機よりケーブルが強いからな。といったところで今回はここまで。